リー。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。なんちゃんです。サージです。今回のテーマは海外勤務をするための方法という形でですね、海外で働くための方法をみんなでシェアしていこうという会になります。はい。この3人一応ね、インド就職という形でインドで働いてたんですけど、2人は駐在で、私は現地採用という形で働いたんですけども、まだまだその海外で働く日本の人って少ないと思うんですよ。どうやって海外勤務するまでこう考えていろいろ準備してきたかっていうのを3人でざっくばらんにシェアしていきたいなと思います。それぞれちょっとどんな風にキャリアとしてやったかちょっと改めてシェアしてもらってもいいですか？はい、僕の会社がトレーニー制度っていうのがあって、いわゆる研修生として海外の現地法人に行って研修をするっていう制度があって、僕はもともと海外で働きたいなっていう思いがずっとあったので、そういう制度がある会社に入って社内選考どうにか通ってでインド行きたいですって言って、インドの現地法人に入ったっていう感じですね。沢地先生はどうでしたか？先生じゃないです。沢地大先輩はどうでしたか？僕は就職のその説明会の時に、うちの組織っていうのは海外で駐在員として日本企業にとって大事な拠点には日本人を置きますよっていうふうにね、プレゼンが行われてたんですよね。今後そういうふうにね、海外で働くチャンスもあるんだなと思ってそこに入って、2年ぐらいした時にですね、ちょうどインドでその空席のポジションっていうのができて、応募してみたところですね、見事に当選しまして、でそれでインドに行ったという形ですね。私はですね、現地採用っていう方法だったので、いわゆるインド系企業に自分から応募して、そこで入れたからローカルスタッフとして行けたっていうところなんですよね。そういう意味だと3人とも会社の命令で行きましたっていう感じではない。自分の意思があってインドに行ってる。一般的には駐在員っていう方法があって、それはですね、会社からインドに行ってくださいねって命令が来て、日本から派遣される形で駐在員って行くんですけれども、この3人は割と自ら自分でコントロールしながらね、インド就職までたどり着いた形なんですけれども、それぞれじゃあちょっと深掘りしていきたいと思いますが、なんちゃんのそのトレーニー制度っていうのをちょっと簡単に教えてもらってもいいですか？結構初めて聞く方も多いと思うんですよね。そうですね、うちは入社4年目からその制度に応募できて、世界中のその拠点のどこかに2年間研修生として行けて、その2年後、残りたければ残りたいですっていうこともできますし、日本に帰ってきて別の部署で働きたいですっていうようなことができるお試し期間みたいな感じの制度ですね。だからなかなかないと思うんですよ。自分で手を挙げてここの部署に行きたいですって言って、そこで働けて、しかもよかったら残って働くこともできますし、ちょっと違ったら日本にまた戻ってきて新しいまた違う部署でチャレンジするっていうようなこともできるっていう、若いその人たちにとってはすごいいい制度だなと僕は思っていて、僕は4年目のタイミングですごい応募資格を持って応募したっていう感じですね。僕はもっともっとみんな行くべきだと思ってる人なので、ご覧になってる方もトレーニーとかある会社の人はぜひチャレンジしてもらいたいなとは思ってるんですけど。確かにトレーニー制度は意外と知られてないかもしれないですよね。沢地の方はどうでしたか？でもすごいいいタイミングでジャパンデスクの話が来たんですよね。そうですね、あんまりなかったんですけどね、その2年目とか3年目でジャパンデスクで行くっていうのはなかったんですけど、たまたまインドで空席ができたと。2人の話を聞くと割と淡々と来てる感じがあるんですけども、とは言いながらもね、2人も社内のそれなりの選考を突破してきてるわけなんですよ。ここからはね、ちょっとね、実際どうやって突破したのって話を深掘りしたいんですよね。重要ですよね。ただ手を挙げただけなわけないじゃないですか。僕はトレーニー制度が本配属した時からグループのリーダーには、僕4年目になったらトレーニング受けたいんで頑張りますっていうのは、事前にネゴはしてたんです。おー、素晴らしい。もう入社して配属決まったタイミングからずっと言っていて、とは言いつつ誰でもが行けるものではなくて、うちの会社は、トイックの点数と面接があるので、その対策を頑張りました。どうやって対策？やっぱり就活も一緒だと思うんですけど、いかにして熱意を伝えるかって結構重要だと思うんですよ。で、僕の場合は面接がある前段階の下準備として自分だけインドに行って、いや、すごい、やったね。そう、やばい。そこの拠点長に僕インド行きたいですと来ましたね。やばくない？したんですよ。そうしかも自分の自己紹介カードとか
なんか自分がやってるそのこれまで4年間この部署でこういうことやってきましたよっていうのを準備して自腹でインド行って、しかも金曜日有給取って、金土日で日曜日の夜中帰ってくるみたいな弾丸スケジュールで行って面接でその話をするという。もう自作自演。ちょっとやばいじゃん。そうそう。現地来られるとちょっとね。一番伝わりますよね。でやっぱりそうするとインド現行の当時の社長の人とかもこんな若手が僕に会いに来たよって社内でこう話してもらって確かにね。そうするとやっぱり面白いやついるな、しかも熱意があって自腹でインドになってくるっていうそういう人なかなかいないなっていうのにうまくなってくれて選考通れましたって感じです。すごいですね。すごいね。やったね。今日一いいエピソード。今日一チャンネル1かもしれない。沢地はどうでした？なんか工夫しました？そういう。いやでもね、聞いてて思ったんですけど、僕も割と1年目から海外送ってくださいってプレゼンはしてました。そうなんだ、そうなんだ。社員に向けてプレゼンをするっていう機会があったんです。でそこで英語をしっかりと勉強して2000バツバツ年には、必ず海外に行きますってこう書いて、偉い人も含めてこうアピールをして新卒なりに自分ってこうなりたいんですよっていうことを言ったっていうのがありますね。2人とも最初から言ってたんですね。そうですね。同期とかちょっと僕の上の世代の人とかだともうアメリカイギリスだったらいいけどそのインドとかいわゆる新興国はちょっと考えさせてくださいっていうような人も多かったんですけど、特にその国のイメージとかとらわれずに話が来たら受けようっていう気持ちでいたっていうのはありますね。素晴らしいですね。なんかやっぱりこれやってよかったなっていうこととかなんかありますか？実際にかなってみる。面接受ける前に当時トレーニーで行ってた何人、10人ぐらいですかねに電話してどんなことやってますかっていうのをいろいろ聞いてたんですけど、それで大体イメージができてたので、なんかその辺の現地に行ってどういう環境で生活できるのかっていうのは下調べしといたのはなんかギャップが少なかったんで良かったなと思います。よくなんかギャップがあってこう思ってたのと違ったっていうのはあると思うんですけど、そういうのはあまり多くはなかったので、それはやっててよかったなと思いますね。僕は英語の勉強ですね。この駐在の話が決まる前から自分って全然英語ができないっていうコンプレックスがあったので、欠点は自覚してスカイプ英会話ですね、あれをやってました。1日1回フィリピンの講師だったんですけれどもこう話してですね、でビジネス英会話に特化したような内容だったので、異文化理解とはとかそういうテーマでいろいろやってましたね。だからそこでこうなんですかね、物おじせず海外の人とこう喋れるようになったっていうところが今は役に立ってたのかなと思いますね。なるほどね。はい、今の例えば学生さんとか若手の社会人の方にお勧めしたいとかありますか？学生の人だったら、僕は日本の外に出て海外に行くっていうのは絶対経験してほしいです。僕も3ヶ月だけバンクーバーに留学してたので、大学4年生の時にそれでよりなんか面白いなっていうか、こういう環境で働いてみたいなっていうイメージができたので、海外に触れるっていう機会を少しでも多く持った方がいいです。英会話なり友達を作るとかでもいいですし、接点ゼロの人がいきなり海外にボンって行って働くって全然イメージがつかないと思うんですけど、確かにね、旅行とまた違いますもんね。はい、僕大学4年生の時にちょっとね2週間ぐらいボランティアをしてたことがあるんですよ。ベトナムなんですけどね。初耳かもしれない。そうこう海外経験を増やしていくと自然と自分もこういうところに将来こう働いてみたいなって気持ちにもなるし、じゃあ実際その働いてみたいって気持ちになった時にどうすればいいかっていうのもこう見えてくるので、なっちゃんと同じなんですけど、まずはやっぱ一歩踏み出してみる。でその旅行プラスアルファの何か経験をこうしてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。原体験ですね。そうですね。行ってみたやってみたい。今コロナ禍でね、なかなかそういうのやりにくいと思うんですけれども、ワクチンとかも広がってきてますし、だいぶ状況変わってくると思うんですよね。なのでぜひですね、何でもリモートにはなってるんだけれども、やっぱり行ってみるって全然違いますよね。そうですね、思いますね。なのでそれをね、ぜひ今回の動画で参考にしてみてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はですね、チャロブラザーズのお二方がゲストでいろいろインドに関するお話いろいろ伺いましたけれども、はい、なんちゃんからなんかあるみたい。そうですね。はい、ではいいですか。はい、せーの。はい。ということで、これは何ですか？これはインドのブロックペイントが入っ
ったバスローブを、インドから買ってきました。はい、お土産ですね。なんちゃんからのお土産ということで、こんな感じで。結構可愛いブロックペイントが入ってるバスローブなんで、私の今日着てる服もブロックプリントって言うんですけど、インドのね、伝統工芸というのね有名なんですけれども、ジャイプールっていうね町がこう発祥の地になるんですけれども、過去にもねランゴリーさんリコーさんの紹介させていただいた時にも取り上げましたが、今回このバスローブを、皆さんに視聴者の方にプレゼントという形で、どうやってプレゼントするかまだ聞いてないので概要欄の方に貼っておきます。皆さんに届くようにですね、何かしらコメントなりDM なりという形で皆さんにね応募していただきたいです。どしどしお待ちしております。なんちゃん、ちなみにこれなんでこれにしたんですか？これ僕結構この柄が大好きで、柄可愛いよね。はい、でちょうどコロナの中でやっぱり需要が減っていて、これ作ってる業者さんも大変だっていうコメントをツイッターで見て、僕の好きなのにもマッチしてるんで買いたいですって言って買ってきました。これを着てお風呂上がりにスーラを飲むと。インドワインですね。インドワインを飲むと。これも最高の晩酌。はいね、少しでもインドをちょっと感じてもらえるといいかなと思います。ということでですね、インドにねご縁があった3人という形で、またね2人に遊びに来ていただけると嬉しいですし、まだまだね聞けるエピソードたくさんあるんですよ。これ深掘りしたいなみたいなのがあるので、もし皆さんも聞いてみたい話とかリクエストあったらぜひコメントいただけると嬉しいです。チャロブラザーズのねTwitter と動画の方もぜひフォローお願いします。ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。チャロー。チャロー。チャロー。